東京大手町。霞が関にもほど近いこのビジネス街の中心には、異様な静けさを放つ一角がある。高層ビルに囲まれ、アスファルトの海にポツンと残された、わずか数十平米の空白。そこに佇むのは、古びた祠と石碑。そう、将門の首塚である。東京駅から徒歩10分足らず。通勤ラッシュに揉まれるサラリーマンの流れに逆らうように、この場所だけが時間の流れを止めている。この塚には決して口に出してはいけない言い伝えがある。手を出してはならない。それが東京の中心に潜む呪いの正体である。平将門。平安時代中期、関東の地で独自の勢力を築き、朝廷に背いた逆賊とされる人物。だが、地元の民にとって彼は、貴族の横暴から守ってくれた英雄でもあった。天行3年、940年、朝廷によって討たれた将門の首は、京都七条河原にさらされたと伝えられる。だが、その首は夜な夜な目を見開き、うなり、叫び続けた。我ここにあらず、我が身は関東にあり。数日後、首は空を飛び、東へ向かったという。その首が落ちたとされるのが、現在の東京都千代田区大手町。すなわち、この首塚の場所である。この塚には、手を出してはいけない、という言い伝えがある。昭和初期、将門塚の一部が撤去され、代わりに大蔵省の仮庁舎が建てられた。その直後、関係者の中で相次ぐ不審死、事務次官の急死、庁舎の火災、自殺者、噂は広まり、政府は塚を元に戻し、丁重に供養を行った。さらに1980年代、再開発の際にも掘削機が倒れ、工事は一時中断。以来、誰もこの塚を動かそうとはしない。この塚には、これまで何度か開発の手が伸びた。だが、その度に異変が起きている。昭和初期、関東大震災からの復興の一環として、首塚を取り壊し、その上に大蔵省の仮庁舎が建てられた。すると、事務次官が急死、庁舎が火災に見舞われ、工事関係者や役人に不審な事故や病死が相次いだ。中には、祠の石碑を倒した作業員がその晩、首のない影に追われて転落死したという話も残る。慌てた政府は供養祭を行い、塚を元通りに修復した。以来、
この地に建物をかぶせるような行為は暗黙の了解として避けられている。それでも1980年代のバブル期、再開発を進めようとした企業が再びこの塚に手をかけた。作業初日、工事用クレーンが突如転倒し、作業員が下敷きになって命を落とす。原因不明の異音、機器の誤作動、怪我人の続出。工事責任者が深夜、現場で頭を抱えた鎧武者に遭遇したという証言もある。その後、再び丁寧な供養が行われ、首塚は守られるべきものとして扱われるようになった。現在では近隣企業の社員たちが交代で清掃を行い、正月には関係者が参拝に訪れる。それは伝統などではなく、恐怖に基づいた礼儀である。一部の霊能者や陰陽師はこう語る。将門の首塚はただのたたりではない。むしろあの場所は東京を守る結界であると。将門の怨霊は封じられているのではなく、都市を外敵から守る盾として働いている。だからこそ祠の周囲には不自然なまでに空間が残されている。周囲のビルがどれだけ高くなっても、この首塚だけはぽっかりと穴のように存在し続けている。東京という街の構造に組み込まれた見えざる仕掛け。それが将門の首塚なのかもしれない。令和の今も首塚をめぐる奇妙な体験談は後を絶たない。夜中、近隣ビルの監視カメラに映った首のない武士の影。塚の前で写真を撮った後、スマホが起動しなくなった。参拝中、背後で鈴の音が鳴ったが、振り向くと誰もいなかった。鳥居を無断でくぐったビジネスマンが翌週事故に遭って入院した。これらの話はネット掲示板や SNS でも広く共有され、東京で一番ヤバい心霊スポットと呼ばれるようになった。だが、多くの人がそれでもこの場所に足を運ぶのは、恐怖とともに敬意があるからだ。あなたがもし東京駅から大手町へ向かい、昼間のビル街に紛れて歩いているとしよう。ふと足元に古びた祠と石碑が現れたら、その時はどうか軽々しく近づかないでほしい。スマホを構えて撮る前に一礼を、静かに敬意を。それがこの街と過去の間にある見えないルールなのだから。そして忘れないでほしい。東京の中心には今もなお怒れる首
が眠っていることを。おしまい。